で、結論を先に一言で言いますと、筋肉が硬い方です。ボルダリング行って帰ってビール飲んで寝てました。もしかしたらこういう人は似たような怪我をする可能性があるよっていうことをお伝えしたいと思います。こんにちは。カナダでボルダリングを楽しんでる太郎とも、そんなことよりもですね、ここの筋肉をですねやってしまったんですけど、動画の通りですね、フィンガーポケットに指を突っ込んだ時に音は拾えてないんですけど、ここがですねバツッっていう音がしまして、その瞬間激痛が走ってちょっとホールドが持てなくなったっていう状態です。それがですね、実は最近の話ではなくて1ヶ月ぐらい前の話なんですよ。で、1ヶ月前ぐらいにそれが起きて、そこからの何日間は休みを取ったんですよ。痛かったんで。だけどまた何日かすると、なんかこれいけるんじゃないかなっていうので、どうしてもジム行きたくなってですね、ボルダリングやってたんですよ。そしたらちょうどこの動画を撮ってる1週間前ぐらいにまた似たようなですねことが起きまして、でこの動画なんですけど、わかりますかね、この4本指だったら大丈夫だったんですよ。なんですけどすっごい薄いクリンプだったので、小指がピッて外れちゃったんですよね。そうなのでこの3本指の状態になったんですけど、この全体重がですねここに乗って、またここがすっごく痛くなっちゃったっていう状態だったんですよ。そうなのでもうこれはまずいなと、あと1ヶ月後日本に行くのにこれやばいんじゃないかっていうので、すぐですね整骨院の方に行って先生に見てもらいました。1ヶ月休めっていうのが結論だったんですけど、その手術とか大した怪我ではないんですよ。自然治癒していくような怪我であると。ただしですね、1ヶ月間はボルダリングするなっていうので、今ボルダリングをちょっと止めてるっていう状態です。先生に聞いたらですね、これは Default Flexor Dectorum Profundus の損傷だと言われました。なんやそれっていうので、家帰ってすぐ調べたんですけど、ですね、日本語で言うと伸縮筋の損傷、伸縮筋ですね。要はこの指を曲げるための筋肉が損傷してるよっていうような状態だそうです。英語で聞くとめちゃくちゃかっこいいですよね。でですね、この伸縮筋が切れると文字通りですね、こう指が曲がらなくなるらしいんですよ。伸縮筋で調べていただけたらいろいろ出てくるんですけど、めちゃくちゃ怖いですよね。でこれ今回別に僕これで曲がるんで大丈夫なんですけど、その可能性としてその切れるっていうこともあるわけじゃないですか。で仮にもし切れちゃったら、その手術する、もしくはもう治らないような状態なんですね。なのでこれって結構まずいですよね。この指ってボルダリングでもうなんならもう全てぐらいあるじゃないですか。でその趣味で楽しくて健康にもいいからボルダリングやってるのに、もしこれが切れちゃったらもう一生できなくなるってちょっとリスク高すぎませんっていうので、これはちょっと言った方がいいなと。でとはいえですね、妻であるイメはですねすこぶる元気なので、そのボルダリングジムには行ってるんですね。なんですけど僕ボルダリングやっちゃダメなんで、めちゃくちゃ地獄なんですよね。っていうのもそのボルダリングジム行くは行くんですけど、僕何してるかっていうとずっとストレッチしてるんですよね。でずっとストレッチして、でカメライメが登るのでその時に撮って、でまたストレッチしてカメラ撮ってっていう、すごい稀有な存在になっちゃってるんですよね。焼肉屋行ってもメニューチャプチェしかないみたいな。焼肉やっぱ行ったら肉食べたいじゃないですか。でもね食べれないんですよ。でもう先生にもうこれは治るけど、しっかり休んで治るのを待った方がいいねっていうふうに言われたんですけど、そしたら分かりましたと。
じゃあもう B1 とか B2 とか、そういう優しい大きいポケットホールドでやっといた方がいいですねって言ったら、いや違うと、もう握るなって言われまして、もうホールドどころじゃなくて、もう何も握ってくれるなっていうふうに言われてしまいました。もうひたすらボルダリングジムでストレッチをやってると、もうチャプチェも食うなと、だから葉っぱ食っとけっていう、そういう状態でめちゃくちゃ悲しいです。でもですね、今回のこの怪我っていうのは、そのアフターケアだったりだとか、ちゃんと予防できる怪我だったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、結論を先に一言で言いますと、筋肉が硬い方です。筋肉がしっかり柔らかくて柔軟性があってフレキシブルな状態であれば怪我を防げるんじゃないかっていうことですね。慢性的に怪我をしている方けどボルダリングやっている方で、ボルダリングやった後にストレッチとかマッサージとかアフターケアを行っていない方で、最後に筋肉のバランス、あと柔軟性が悪い方、この3つですね。で、あれなんですよね、この3つ全部僕のことですね。ボルダリング行って帰ってビール飲んで寝てました。僕慢性的に怪我してまして、全部でですね今5箇所か6箇所ぐらい怪我してます。例えばですね、もう中指が僕もう曲がらないんですよね。で、右は多少マシなんですけど、特に左がひどくて、もうここにですね、なんかぷくって出ちゃってるんですよね。骨じゃないんですけど、なんかある日突然、なんかよくわからないものがポコって出るようになって、で、曲がらないので、結構このカチ持ちとかすると、中指がすごい痛かったりするんですよ。で、それが原因かはわからないんですけど、今度は左の手首もですね、スローパー持った時とかに結構痛みを感じるようになりましたし、あと右の足の親指の第二関節、これも痛いですっていうような感じでですね、慢性的に怪我してる、どこかしこ怪我してる方多くいらっしゃると思うんですけど、問題なのがそれでもやってるっていう点だと思うんですよ。で、絶対言いますよね。怪我どこかしこしてるんだけど、なんかだましだましやってるみたいな、そういう方は結構赤信号なのかもしれません。2つ目、アフターケアを行っていない方、文字通りですね、ストレッチだったりとかマッサージ、指でですね手のひらをほぐしたりとか、ボルダリングで酷使しまくった筋肉をケアしていない方ですね。これももちろん僕のことです。ご覧ください。ストレッチを全く行っていなかったせいか、体がガッチガチの2人でございます。一つ目の話につながるんですけど、その慢性的な怪我っていうのがこのアフターケアをしないことによって引き起こされているんだと思うんですね。筋肉が硬いまんまの状態でそれを放置して寝て、またボルダリング行ってまた放置して寝ていくと、どんどん筋肉は硬い状態になっていきます。で、その結果、ある日ですね、僕みたいに怪我をして、それがどんどん癖になってですね、また怪我が別の怪我を呼び起こすのような負のスパイラルを生んでいると思います。なので、その負の連鎖を止めるために、ボルダリングやった後のアフターケアをしっかり行ってあげると。そう考えるとですね、僕、ボルダリングジムを出たら終わりだと思ってたんですけど、寝るまでがボルダリングなんですね。なので、ボルダリングが終わった後は、ちゃんとストレッチをして、アフターケアをして、リラックスした状態で次の日の朝を迎えるようにしましょう。最後に3つ目、筋肉がアンバランスな方ですね。ここでいうアンバランスっていうのは、ボルダリングで使わない逆の筋肉を鍛えていないっていうことですね。例えば懸垂ではなくて、腕立て伏せのような押す力だったり、手首をね、こう下にこう引き込むではなくて、こう上に上げる、全く逆の筋肉のことを指します。ものすごく極端な例なんですけど、ジムでですね、右腕だけ鍛えたとしたらですね、
おそらく半年後とんでもないことになってると思います。めちゃくちゃアンバランスで絶対どこかし問題が起きそうですよね。なので当然左腕も鍛えますし、腕だけじゃなくて上半身、下半身全体をですねトータルに鍛えるということが必要ですよね。ボルダリングも一緒で、引く力だけじゃなくて押す力も全体のバランスを見て鍛えていくことが必要だということです。偉そうに言ってますけど、僕はやっていませんでした。いや、とはいえですね、ボルダリングのいいところでもあり悪いところでもあると思うんですけど、満足感がね半端じゃないんですよね。その疲労感もとんでもないですし、そのつく筋肉の量もすごいので、なんでしょう、やったった感がすごいと思うんですよね。皆さんがですね、鏡の前に立つ時間が 20% 増えたのは知ってるんですけど、ボルダリング終わって家に帰って鏡見て、よしよしと、もう筋肉ついとると、もう今日もやったったわと、ほな寝ようかってなっちゃうと思うんですよね。本来は腕立てとかもした方がええなっていうのは知ってるんですけど、やっぱりもう疲れてるんでね、あと満足しちゃってるんで、ちょっと後回しにするというか、ないがしろにするっていうことが結構あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でもですね、引く力、ボルダリングをですね、より強くなるためにも、その逆である力、押す力をですね、鍛えていくと、光と影、陰と陽、腹筋と背筋、ラーメンとそうめんのようにですね、どちらかがあるからどちらも成り立つ。それがですね、まさに引く力と押す力なので、そこら辺をですね、意図的にしっかりと鍛えて、パフォーマンスも出して、怪我の予防にもつなげていくということが必要だと思います。とにかく筋肉を柔らかくバランスよくしていこうっていうお話で、慢性的に怪我をしている方はしっかり休みを取りましょう。で、どうしても休みたくない、続けたいっていう方はマッサージやストレッチを行ってですね、筋肉の緊張をほぐし倒しましょうと。で、最後に筋肉のバランスが悪い状態の方は他のですね、逆の動きもどんどんしていきましょうと。で、バランスを整えて筋肉の緊張を和らげて、あとしっかり休むということで、その怪我のないね、楽しいボルダリングライフを、少しでも送れるんじゃないかなというふうに思っています。日本、2週間ぐらいの旅行なんですけど、ボルダリング行って休んで、ボルダリング行って、ボルダリング行って休んで、ボルダリングみたいな、お前らなんか選手かなんかかっていうようなスケジュールを組んでるんですよ。っていうのも僕たちにとってボルダリングってめちゃくちゃ楽しいんで、すごいやりたいんですよね。で、かつその日本でやったらなんかどれぐらいなんだろうみたいな、やっぱカナダとちょっと違うので、そういうところですごく楽しみにしてるんですよね。だけどこのままだとこの怪我が治らないとですね、全然日本のジムとか行っても多分うまく登れなかったりとか、いやなんなら登れないみたいなことがあるので、それってすごく悲しいじゃないですか。なのでちょっとこの1ヶ月間は本気で直そうと思っている状態ですね。これはですね、完全に独断と偏見で喋っていますので、間違っていること、もしくはこういうことをするとすごい怪我の治りが良かったよとか、いろいろですねコメントで教えていただけるととても嬉しいです。ではですね、今回はちょっと違ったテイストの動画になりましたが、以上になります。チャンネルをですね気に入ってくれた方、この動画が面白いと思ってくれた方も思ってくれなかった方もですね、ボルダリングどんどんやっていきましょう。ではまた。